2025年5月7日のお昼、コナン TCG 公式 X より制限緩和の告知がされ、大いにその予想に盛り上がっています。なお、制限緩和は5月9日に公開される予定で、実際に施行されるのはそれ以降となります。個人的な予想としては施行は第5弾パック新たなる謎の発売に合わせた5月24日からになるんじゃないかと思います。さて、制限緩和という告知から予測するに現在3種の白のカードのかけられている制限もしくは禁止がなるくなるということですね。タイミング的にゴールデンウィークに合わせて全国のカードラボで開催されたカードラボ杯の結果を踏まえての判断かと思われます。三段環境で行われた1月のカードラボ杯や探偵マスターズでは白一強環境となりましたが、パワーカードであったトの規制や4段の強化型の色と比べると控えめだったのに対して、赤、青の大幅強化により白は4段環境以降は苦戦している印象があります。現在規制がかけられているカードは禁止カードのレベル6回答キットと制限カードのレベル8駆動優作となります。制限緩和の第1候補はレベル8駆動優作ですね。レベル8駆動優作は登場時にカードを2枚ドローして手札を2枚捨てる能力と絆クロバ統一の能力によって証拠を得つつ相手のキャラを除去できる優秀なカードですね。レベル8クロバ統一で相手の現場の迅速回答キットをリムーブ。続いてレベル8駆動優作で手札交換。続いて迅速を登場させてレベル8クロバ統一の能力によってカードセットしつつ AP 足す2000。そして駆動優作の能力で相手の現場のレベル8クロバ統一をリムーブして AP8000 になった迅速で相手の現場の駆動優作にコンタクトするのをお互いに繰り返して返せなくなったら負けなのがコナン TCG2 段環境でした。ここで駆動優作の制限理由文章を見てみましょう。レベル8のキャラを対処できるカードの色ごとにおける枚数の違いが環境に与えている影響が大きいため、特定の戦略に対してクリティカルに作用するこのカードを一時的に制限することがカードプールの拡大に伴いバランスがより整うまでの対応として妥当であると判断いたしました。まず軍刀のレベル8のキャラを対処できるカードは2段や3段環境では確かに白に多かったのですが、 4.5 段環境にもなるとどの色も十分に増えてきました。青タンでレベル8江戸川コナン5枚重ね結成少年探偵団迅速やレベル7は茨愛をプレイすると画面のようなリターンになるのですが、青タンが無制限なのに対して白の優作に制限かけ続ける必要があるのかは疑問が残りますね。そして特定の戦略に対してクリティカルに作用するという文章は駆動優作のセットカードを持ち主の証拠化する能力のことで、緑のセットイベント全般や赤のチョーカー型変更液に対しては極めて有効な能力となります。しかし緑のセットイベント全般がそもそも白の得意とするスタンにかなり弱く、赤のチョーカー型遠征機は採用率が高くないですね。投稿者はチョーカー型遠征機採用した赤タンで先日のカードラボ杯優勝したんですが、2点の現状を踏まえると駆動優作は制限をかけ続ける理由がなくなったように感じます。駆動優作の制限緩和はおそらくカードラボ杯より前から検討されているように感じており、まずはレベル7クロバ統一とも言うべきレベル7駆動ユキコの登場や強固な耐性を与える緑の新カード俺のそばから離れんなやかひらめきにこのカードを手札に加えるという能力により駆動優作で証拠化して無いだとしても証拠をリムーブしてしまうと手札に変えることで再利用されてしまうため、駆動優作でも完全には対処ができないデザインになっています。なので投稿者も駆動優作の制限解除はかなり濃厚だと思っています。残りのカードですが、突破これは禁止解除はないです。まだ強すぎます。次にレベル6回答キットですが、これは個人的に制限になっても良いような気がします。プレイヤーの思考にかかる負担が想定の範囲を超えていると言われる相手ターン中のスリープですが、赤や黄の有用カードにひらめきスリープつけることが許されています。それに対して白の有用カードのひらめきスリープ率はかなり低いため、それなら1枚くらい能動的に使えるレベル6回答キットを制限にして赤タンへの対抗手段として採用できるようにしてくれた方が嬉しいと思います。ただいきなり無制限はやりすぎな気がしますね。皆さんはどのカードが緩和されると思いますか？コメント欄で教えてください。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。